チンギスカンという名前は、かつては非常に恐ろしい存在でした。没人資金、テムジンは、1162年から1227年まで、モンゴル帝国の下漢である。孫号、ジンギスカン、支配を所有する、という意味です。世界の歴史の中で、政治家、軍事戦略家。チンギスカンは、生涯で60以上の戦争を戦いましたが、強さの格差のために、イニシアチブで13億の戦いを撤退するを除いて、それらのどれも失敗しませんでした。戦争の観点から見ると、チンギスカンは戦争の天才です。戦争の狂人として、チンギスカンは人間社会に対して多くの犯罪を犯しました。人々を無差別に殺すのが好きです。彼は敵には無慈悲でした。彼がどこへ行っても、基本的に生きるものを残さず、征服された場所の人々は、彼を、サタンの化身と呼んでいます。彼の人生における壮大な業績に加えて、彼の人生は、世界の注目と驚きを集めています。そのような強力な君主、チンギスカンには何人の妻がいますか？彼には何人の子孫がいますか？多くの正式披露によると、チンギスカンには合計44の側室と複数の皇后が同時に存在し、中国歴史上最も多くの皇后を持つ皇帝となっています。しかし、ペルシャのラシードゥッディーン編集した世界史の収支記録によれば、チンギスカンには500の側室があります。つまり、毎日、違い側室と練るだけで、約1年半がかかります。さすが、モンゴル帝国の創設者ですね。しかしながら、ジンギスカンの聖戦成果を見ると、500では、多いではありません。チンギスカンは、草原から出身でした。生まれつきワイルドだったので、彼の軍隊に占領された上地に、大幅な虐殺を行います。兵士たちが財物を欲しいままに略奪し、彼らは地元の美女たちを略奪して、チンギスカンに与える側室とされ、あるいは彼らの欲望を満足させたりします。このことから、チンギスカンが終始に500人の妃嬪を記録したことは不可能ではないことが分かりました。妻がたくさんいるから、子孫もたくさんいるに違いないので、一体何人がいますか？そして彼が戦った領土が広大で、彼の子孫の人種は間違いなく非常に多様です。2003年、オックスフォード大学の人類伝学教授、ブライアン・サイクス書いた本、アダムの呪いによると、チンギスカンは歴史上最も成功した根を巻く男かもしれません。彼の子孫は1600万人もの人々で、主にヨーロッパ、アジアなどの2つの大陸に分布しています。また、有名な英国王室を含め、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北、アイルランドなどにも彼の子孫がいます。本の著者であるサイクスによると、この結論につきは2つの理由があります。まず、彼とオックスフォード大学の研究者たちは約10年を費やし、中国、ウズベキスタン、パキスタン、モンゴルなど、かつてチンギスカン王国の領土に属していた場所から16のグループから血液サンプルを収集するリサーチしましたが、この中、男性の最大 8% が遺伝子に同じ染色体を持っていることがわかります。これは男性がかつて共通の祖先を持っていた可能性があることが示されています。後に、この染色体はチンギスカンに属していると推測されました。つまり、これらの人々はチンギスカンの子孫に属していました。世界には約1600万人の人々がおり、アジア人の約 8% がチンギスカンの子孫であり、一つの完全でスムーズな父方の遺伝的連鎖を続けています。サイクスはまた、これらの1600万人の男性の子孫は、
ジンギスカンに由来する父系の遺伝的連鎖に属していると指摘しました。それは存在する可能な何百万もの女性の子孫をまだ数えていません。言い換えれば、ジンギスカンの子孫は1600万人をはるかに超えています。実際、今日中央アジアに住む多くの人々は、彼らの系図をたどると、直接的、または間接的にジンギスカンに関係している可能性があります。ジンギスカンは、1162年から1227年まで住んでいた前のミレニアムの初期では、世界の人口は現在の人口の20分の1未満でした。当時のすべての男性には、現在、平均して約20人の直系の男性の子孫がいますが、ジンギスカンには約1600万人の直系の子孫がおり、これは平均値の80万倍に相当します。歴史的記録によると、ジンギスカンには6人のモンゴル人の妻がいて、後に彼に降伏した多くの外国の姫と結婚しました。彼の治世中、幾多の戦いを経る、土地、食料、女を含む多くの略奪品を手に入れました。サイクスは、ジンギスカン王国の領土は13世紀に、モンゴルからアフガニスタンに広がり、ロシアとイランにまで及んだと指摘した。チンギスカンの許可を得て、モンゴル軍は、キャプチャされたすべての都市の美しい女性を、チンギスカンに送りますので、彼には根血の息子が多く、これらの息子は、彼の染色体を持っていました。チンギスカンの死後、相続権を持つ彼の4人の息子と2人の孫は、家族の伝統を続けました。彼らは、同じように勇敢で戦うのが得意であるだけでなく、彼らの勢力をロシア、ハンガリー、ポーランドに拡大し、血統を広がることに熱心に取り組んでいます。チンギスカンの染色体をユーラシア大陸に広げて、チンギスカンの家族がどんどん大きくなるようにしました。2003年に遺伝学者は、内モンゴル自治区の近くに住む男性の 8% が同様の Y 染色体を持っていることを発見しました。研究者たちは、この染色体のまく人は、当時は果敢にしかなれなかったと信じています。サイクスはまた、チンギスカンの家族は非常に巨大で、遺伝子が世界中にどこでも存在する、おそらく世界の人々の半数以上がチンギスカンの血を持っているのではないかと述べました。元王朝の時代、チンギスカンの孫クビライも日本を2回攻撃しました。1回は1274年の文永の役で、もう1回は1281年の弘安の役でした。最初は非常にスムーズで破竹の勢いのようでしたが、2回の結果、すべて台風に打たれて海に打ち込まれました。その後、クビライは1283年、1286年、1287年、1288年、1289年に日本の5回の征服を命じたが、大臣の反対や国内各地の反乱のため、これは達成されなかった。そうでなければ、彼の子孫の系譜も日本につながる可能性があります。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で